皆さんこんにちは。そしてはじめまして、チームランドクルーザートヨタオートボベドライバーの三浦明です。今日はですね、僕たちが参戦するダカールラリー2022の告知をしに、こちらランクルチャンネルに、お邪魔しました。ダカールラリー、知ってる方もそうでもない方もいらっしゃると思うんですけども、今日はこのダカールラリーというものはどんなものなのかっていうのをまずお話ししたいと思います。で、昔はパリダカっていう名前で親しまれたんですけれども、実はこの競技モータースポーツではなかったんですよ。フランス人のとある冒険家の方がですね、フランスのパリからセネガルのダカールまで乗り物は何でもいい、誰が一番早くつけるかっていう冒険が実はこのラリーのスタートなんです。でそのラリーがいつの日か世界的に有名なモータースポーツに発展していって、砂漠や岩盤、もう地球上のあらゆるオフロードを走るラリーになっています。これが世界一過酷って言われてるんですけれど、なかなか皆さんピンとこないと思うので、じゃあ何が世界一過酷なのかっていうのを少しお話ししたいと思います。まず何日間走ると思いますか？僕たち何時間じゃないですよ、何日間ですよ。なんとですね、約2週間。大会によって長さも変わったりするんですけども、僕たち14日間かけてこのラリーを戦います。でその14日間で走る距離がだいたい8000キロから1万キロ、地球を4分の1周ぐらいするんですね。でこれを毎日1日10時間とか走りながら14日間重ねてこの8000キロを走破するんですけれども、ゴールできる車はだいたい半分ぐらいです。なので2台に1台はリタイアしてしまうと。もうゴールすること自体が非常に難しい砂漠を2週間走るということで世界一過酷というふうに言われています。で僕たちチームランドクルーザートヨタオートボでぜひTLC という愛称で覚えていただきたいんですけれども、TLC はですね、このダカールラリーにランドクルーザーで参戦しています。でランクルチャンネルご覧の皆さんだったらご存知の通り、ランクルは世界中のあらゆる場所で使われている車になるんですけれども、実際にユーザーさんもオンロードだけじゃなくオフロードだったり過酷な自然環境の中走るんですよね。でそういった車をより良いランクルに鍛えていくために、僕たちはダカールラリーというこのモータースポーツの現場でこの車を鍛え、いろいろ分かったことを開発にフィードバックしたり、そんなことをするためにラリーに出てるんですね。で僕たちランドクルーザーでこのダカールラリーに出てるって言ったんですけれども、ちょっとモータースポーツを出る方からすると、やや見た目がランクルなだけで全然違う車なんでしょなんて言われたりしそうなんですけれども、実はこのダカールラリー、バイクと車とトラックが走ってるんですけれども、車の中にもいろんなカテゴリーがあって、改造車のクラス、そして市販車のクラスというのが大きく2つあります。で僕たちはこの市販車クラス、市販車部門というところにエントリーしているので、本当に皆さんが普段街中で使っているランクルにかなり近い、もうほぼ市販車そのもののランドクルーザーでラリーに参戦しています。だからこそ本当に市販車にフィードバックしていくことができるし、皆さんが乗っているランクルの本来持つポテンシャルっていうのを見せることができると思ってこのラリーを戦っています。でそういう市販車へのフィードバックということを目的にしているというのがあるので、実はチームにもちょっと特色があるんですね。で僕先ほどドライバーの三浦ですというふうに自己紹介しましたけれども、実はこのランドクルーザーを開発生産しているトヨタ車体で働いている会社員でもあります。もう社員自らがハンドルを握って、そのモータースポーツの現場で得た過酷な経験だったり、いろんなトラブルだったり、さまざまな経験をダイレクトに開発にフィードバックするということを狙って選手に社員を起用するということをやっています。で他にも監督もトヨタ主体の社員が務めていますし、あとはモータースポーツに必ず一緒に帯同するメカニックですね。車を整備するメカニックも今は福岡トヨタ自動車のディーラーさんから2人来ていただいています。彼らもラリーだけやってるわけじゃなくて、本当に普段は一般のユーザーさんの車の整備をされているので、もしかしたら皆さんが乗っている車を整備しているのはなんとこの TLC のメカニックかもしれません。で今ちょっとチームのお話をしたので、少しチームの紹介をしたいと思います。で僕たちはランドクルーザー2台でこのダカールラリーに参戦しています。でこの2台のランクルを運転するために、ラリーをするためにですね、全部で20人のチームメンバーがいるんですけれども、まず1号車、こちらドライバーを僕三浦明が務めています。でナビゲーターはですね、フランス人のプロナビゲーターのローラン・リシュトロイシターが務めています。そしてもう1台のチームメイト、2号車の方はロナルド・バソ。彼はもともとサーキット出身のドライバーで、ものすごく優秀なドライバーです。そしてナビゲーターが同じくフランス人のプロナビゲーター、ジャン・ミッシェル・ポラトが務めています。
なので車に乗るのは今ご紹介した4人なんですけれども、その車を整備し、そして僕たちがラリーを戦うためのサポートをする人数を合わせると総勢20名ということになります。2週間で約8000キロから1万キロを走るダカールラリーというふうに紹介しましたけれど、じゃあどうやってタイムを競うのかというこの競技の流れを少しご紹介したいと思います。で、さすがに14日間ずっと休まずに走ってるわけではないです。一日一日、ここからここまでっていう目的地が決まってるんですね。で、例えば、僕普段愛知県に住んでますけれども、今日は愛知県から東京へのステージ、そして明日は東京から仙台へのステージで、次は仙台から札幌へのステージというふうにどんどんこう街を移動していくような形になります。この愛知から例えば東京というステージがあったとすると、東名高速道路がありますよね。そうするとメカニックたちは東名高速道路で移動するんです。で、僕たちは旧東海道をタイムを競いながら走っていると、そういうことをずっと14日間続けていきます。なのでその14日間約2週間走った1日1日のタイムを積算して一番早かった人が優勝と、そういう競技ですね。僕たちは大体朝、そうですね、日によってスタート時間も違うんですけれども、7時8時、場合によっては5時6時に朝スタートして、で次の目的地に着くのはもうほぼ夜です。夜の7時8時で、トラブルがあったりすると当然それが夜中になったりするようなこともあります。で、僕たちが昼間このラリーを走っている間にメカニックは先回りして移動してるんですけれども、実はこのメカニックがすごく大変なんです。僕たちが夜ゴールすると僕たちはまた翌日スタートしなきゃいけないです。でも1日にやはり500キロとかそういう長いオフロードを走ってくると当然車にダメージを負うこともありますし、いろいろメンテナンスをしなければいけないんですね。そうするとメカニックは僕たちが着いた後夜中までかかって車を翌日戦える状態までリフレッシュします。で、当然車のダメージが大きい場合は徹夜してでも彼らは直してくれます。なのでこの車、僕たちのチームで行けばランクルですけれども、このランクルをバトンにして24時間誰かがこの車をずっとゴールにつないでいるというような戦いになります。なので生活面においても、寝る時間だったり、あと基本屋外での生活になりますので、昼間は40度を超えますし、冬の競技なので明け方とか夜中だと5度以下に下がるような時もあるんですね。で、寒暖差もあったりとか、こういう生活を送るという意味でも肉体面でもかなり過酷なラリーと言えます。で、このダカールラリーで走るオフロードと一言で言うんですけれども、本当にいろんなバリエーションの路面があります。で、グラベルといって硬い砂利道のような路面があったり、あと、ダカールラリーといえばなんですけれども砂の砂丘もあります。で、あとは時にはですね、本当にボンネットまで水に浸かるような深い川を渡っていくようなシーンもありますし、あともう今ここにヘルメット置いてありますけど、これより大きな石がゴロゴロしているようなロックセクション、そういうトライアルの路面を走ることもあります。で、あとはなかなか皆さんちょっとイメージつかないかもしれないですけど、僕たちフェシフェシって言ってるんですけれど、小麦粉みたいに細かい砂というか埃が堆積したような路面があるんですね。でもそこに入ったら本当に埃が舞ってしまって前は何も見えないっていうような、そういう路面もありますし、あとすごい粘土質のいわゆる滑りやすいような路面もあります。で、少し前までは南米大陸を走ったんですけれども、南米の時は標高 4000m 以上の山岳地帯を走ることもあったので、下手したら路肩に雪があるようなシーンもありましたし、なのでもうなんていうんですかね、四季でいうと春夏秋冬のあらゆる環境がありますし、路面のバリエーションとしても本当に砂、石、土、泥、もう全てのものがこのダカールラリーには出てくるというような、イメージになります。過去いろいろなトラブルがあったんですけれども、まずはやっぱり横転ですよね。で、僕もともとドライバーやる前にナビゲーターで横に乗ってそのコースを案内する役割のナビゲーターをやってたんですけれども、それこそ最高速180キロ近くの状態から3回転ぐらい転がった時があって、もうその時は本当に初めて怖いって思いましたし、あと感動したシーンでもあったんですけれども、ちょっと電気的なトラブルが起きてしまってエンジンがかからなくなっちゃったんですね。で、メカニックがもうずっといろいろ徹夜で直そうとしたんですけれども、僕が朝起きて準備してきた時にはまだエンジンがかかってなかったんですけれども、なんとその日スタートしなければいけない1分30秒前にエンジンがかかった。もうすごくハラハラしたんですけれど、メカニックすげえなっていうふうに思った瞬間でしたね。
当然ですね、競技中にトラブルが起きることもあります。競技中に起きたトラブルっていうのは、メカニックがいないので、基本的にはドライバーとナビゲーターで対処しなければいけないんですね。なので僕たちも車の基本的な構造だったり、そういう勉強もしますし、あとは車の後ろにですね、ある程度のスペアパーツとか工具っていうのは積んでいきます。ただ僕たちは実は修理するっていう感覚ではないんですよ。僕たちの仕事はあくまで車をゴールに運ぶ、そのタイムロスを最小限に抑えるっていうことが仕事なので、例えば過去にあった例を話すと、ある時、僕の運転ミスで右フロントのブレーキが効かない状態になってしまったんですね。ブレーキのオイルホースを切っちゃったんです。でそのまんま走っていると当然ブレーキ効かないですし、あとオイルがどんどん漏れていきますよね。で普通だったらじゃあその切れたホースを交換すれば元の通り走れるよねというふうになります。でも切れたホースを交換するのは例えば1時間かかるとしましょう。でも切れたホースからオイルを漏れなくするだけであれば10分で修理できるんですよ。なので僕たちがやることは10分で穴を塞いで三輪のブレーキで走って帰ると、そういうような対処の仕方もあったりします。なので修理というよりはとにかくゴールに最短でつける方法を常に模索するというのが僕たちの仕事です。そうですね、僕たちチームランドクルーザーは TLC のランクルは、先ほど完走率全体で約 50% って言ったんですけれども、ここ10年、2台ともにリタイアしたっていうことはもう10年以上ないですし、完走率でもおそらく 70%、80% ぐらいまで今いってると思います。やっぱりランクルがすごいなっていうのは致命傷にまでいかないんですよね。例えば前回のラリーでも僕のチームメイト車転がしちゃったんですよ。横転したんですよ。普通ね、横転って言ったらすごい事故じゃないですか。下手したら廃車じゃないのってみんな想像すると思うんですけれど、その横転した車修理して普通にゴールまで完走してるんですよね。そうするとやっぱりそのフレームだったりボディだったり車そのものの強さがやっぱりあるので、そういう部分に僕たち救われてるっていうのはすごくあるんじゃないかなと思います。そうですね、当然台数が多ければ多いほど勝率が高くなるっていう話もあるんですけれども、車を開発していく、そのより良い車にするためのフィードバックをしようとすると、やっぱり長い距離しっかり走ってできるだけ多くのデータを蓄積するっていうことが重要なんですね。そうすると当然完走しなければならないじゃないですか。でこれ1台で単独で完走しようとすると非常に難しいです。でも2台いることによって、例えばチームメイトがトラブルが起きているというのを競技中に見つけた場合は、それを助けたりサポートすることが選手同士だったらできるんですね。なので僕たちは2台でお互いに助け合いながら一緒にゴールを目指すということで、確実にゴールし確実に走り切り、必要なデータをたくさん集めてというところを狙っています。今日ここまでダカールラリーのご紹介をさせてもらいましたけれども、次回2022年のダカールラリーは1月2日から1月14日までサウジアラビアでの開催となります。僕たち TLC はランクル202台で参戦して、チームの記録更新となる市販車部門 V9 を目指して走りますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。ダカールラリー2022本番の模様はですね、チームの公式ウェブサイト、SNS からもご覧いただけますし、 J スポーツではラリー期間中毎日デイリーのハイライトが放映される予定です。ぜひ見てください。今皆さんこれを聞くとランクル200なのっていう疑問があると思います。でそれ間違いなくランクル200のラストラン、これがダカールラリー2022年になるんですけれども、ランドクルーザー300世の中にはデビューしているんですけれども、僕たちこの市販車部門に出ようとすると一定の台数がちゃんと生産されて、それが世の中に本当に市販車として流通してますよっていうことを証明しないと、実はダカールラリーの市販車部門に出られないんですね。なのでこのランクル300のデビューは2023年なので、22年への注目はもちろん23年も楽しみに待っていただければと思います。そして、こちらロードトゥダカール2022、今日1回だけではありません。次回以降はですね、この2022ダカールのために僕たちが準備してきた開発テストの秘話などをお届けしたいと思いますので、こちらも楽しみにしていてください。ではこちらランクルチャンネルへのチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。僕もチャンネル登録してます。